手先、足先を温めてるだけじゃ、もちろん冷え性は治りません。はい、ストレッチ整体師のともです。今回は冷え性を改善させる対策をですね、一緒にやっていければと思います。冷え性の原因っていうのはですね、もう様々あってですね、分類もいろいろあるんですね。例えば、こういう感じで分類されたりとか、しますけど、この分類ね、細かく見ていくと、いろいろ対策は打っていけるんですけども、どの分類でも効く、対策をですねやっていこうと思います。あれこれ考えずにですね、これをやっとけば大丈夫だよっていうところをですねご紹介していきますので、最後まで見ていただいて、ぜひね実践していただきたいと思います。やっていくとですね、最初と比べて足がポカポカしていきますので、最初の感じをね覚えておいてもらって、実際にやった後にどういうふうに変わるのかっていうのを感じていただければと思います。冷え性の方って女性に多いんですけども、他の女性の悩みである足のむくみであったりとか生理痛、こういったところも今回の対策が非常に有効になっていきますので、生理痛であったりとか足のむくみでお悩みの方も今回の内容をやってほしいと思います。出てる部分っていうのは末梢ですよね。指先、足先、先の方っていうのは毛細血管、細い血管があるわけですね。毛細血管の方まで血液を送っていかないといけない。それを考えると大事な物質としてですね、EPA という物質があります。これを取ってもらう方がいいんですね。で、これっていうのは何に含まれてるかというと、青魚に含まれてます。それを取っていただくと、毛細血管の方まで血液の中の成分の赤血球がどんどん先の方まで回っていく。EPA を取れば血液循環が指先の方まで良くなるということを覚えておいていただければと思います。もちろんね、冷たい飲み物とか冷たい食べ物を食べてると体は冷えてしまいますし、夏野菜とかね体を冷やしてしまいますし、それよりも、根菜で体を温めるような食べ物であったりとか、飲み物であれば常温もしくは温かい飲み物に変えてもらう方が体は冷えないので、そういったところも気をつけながら今の EPA っていうのを取っていただければ循環が良くなっていくということですね。食べ物についてはまずはねこれを気をつけていただきたいと思います。冬場は寒いのでどうにかね、体を温めていきたいんですけども、カイロ皆さん貼ると思うんですよ。カイロ貼ったりとか冷やさないようにね何か対策されてると思うんですけども、特に温めてほしいところですねをご紹介していきます。それはですね、首です。首ですね。で、あと手首です。はい、手首で、あと足首ですね。首っていうのはですね、結構ね血管こうやって触れると思うんですけども、ここから熱が逃げてしまってですね冷やしてしまうわけなんですね。はい、なのでここ手首、足首とあと首、ここっていうのは太い血管が走ってますので、しっかりと温めてもらうことによって熱が外に逃げないということになります。なので首、手首、足首、ここは温めてほしいと思うんですね。で、あとですね、大事な考え方なんですけども、足の指先とかにね血液を送っていこうと思ったら、体幹の部分、ここですね、ここが温まってないと絶対に先の方に送ってくれないんですね。指先をピシッと切った、これね死なないですよね。ただお腹をビサッ切った、これ死にますよね。つまり何が言いたいかというと、人間っていうのは大事なものはここに詰まってるんですね。ここが血流不足になってしまうと人間は困ってしまうんですね。なのでここが温まってるっていうことがすごく大事なことになります。じゃあここが温まって余力があればですね、指先の方に送っといてあげようかっていう感じになっていくわけなので、ここが冷えてるのにこっちにね血液を送ってくれるってことはなかなか考えられないんですね。つまりここを冷やさない、温めてあげるってことが大事になります。カイロとかでもいいですし、腹巻きとかでね、冷やさないようにしてもらうっていうのがすごく大事なことかなと思います。で、あとですね、プラス解剖を考えてもらったらすごくわかるんですけども、こういう感じでですね、心臓から血液が出ていきますよね。で、その後どこに行くかというとですね、この太い血管、これですね、この太い血管っていうのは心臓出た後に後ろに回っていきます。つまり背中の方に回っていきます。肩甲骨の内側ら辺を走っていくわけなんですね。なので温めてほしい場所としてはこの肩甲骨の内側、ここを温めるようにしてほしいと思います。これで、温める場所は分かっていただきましたよね。なので冷えてるね足先とか手先とかっていうところを温めるよりも温めるべきところがあるわけなんですね。足先が冷えてる方はですね、特に、この辺の筋肉が硬くなってしまうとですね、その下の血管をギュッと圧迫してしまって足先の方に血液を送れないっていう状態になってしまいます。なのでここ結構ね硬くなってる人が多いので、
ここをストレッチして柔らかい状態を作っていけば足の方にどんどん血液が流れていきます。なのでここのストレッチをね今からやっていこうと思います。それに加えてですね、特に女性はですね筋肉量が男性よりもやっぱり少ないわけですね。筋肉っていうのは動かせばこう熱を持ってきます。なので熱を生み出すものなんですけども、その筋肉量が少ないと当然熱を生み出しにくいので冷え性になりやすいんですね。なのでどうしても男性よりも女性の方が冷え性になりやすいということなんですけども、で筋肉使ってあげれば血液循環もどんどん回っていくし、冷え性というのは改善方向に向かうということなので、そういった意味でエクササイズですね、体を動かしていくってことをやっていきます。それもこういうことをやっていただければ効果的に血液循環良くなるよっていうエクササイズをねやっていこうと思いますので、ストレッチとエクササイズ合わせて今からやっていこうと思います。今からねやるストレッチエクササイズをね一緒にやっていければと思います。ではやっていきましょう。上げといてもらって一歩踏み出して体勢を落とす、こういうふうにやっていきます。でこういうふうになった時にこっちの足はスクワットのような感じになりますし、こっちの足は前側が伸ばされてる、ストレッチされてるわけなんですね。筋トレとストレッチと合わせた効果があります。では30秒やっていきますね。手を上げて胸を張っといてください。はいはい、背中が丸まらないようにしといてくださいね。後ろの足はストレッチされてます。太ももの前がストレッチされてるわけですね。で前についた足はスクワットのように足の筋トレになってます。よし OK です。はい、今回お伝えしたストレッチエクササイズはいかがだったでしょうか。結構ねしんどいと思います。続けてやってもらうと、改善していくと思いますので、ぜひね頑張ってほしいと思います。はい、今回の内容は以上になります。今回の内容がためになったと思っていただいたら、ぜひ下からですね高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いできればと思います。ストレッチ整体師のともでした。またね。